こんにちは、カレーキックスゆうへいです。今日はね、エアフォースワンミッドの続編、ベルトなしですね、を今、誠意作成中なんですけどね、どうなってんのということで、ひとまずバラし終わって、型まで、トレースし終わって、えっとね、それがね、いや、見せようと思ってたんだけど、見せようと思ってたっていうか、動画には撮ってるし、一緒にあげようかなとは思ってるんですけどね、上手に撮れなくて、やっぱ物撮りっていうか、その動作を撮るって難しいね。タイムラプスで撮ると、何のこっちゃわかんなくなるし、かといって、普通に撮るとね、1時間弱ぐらいの作業、ソール剥がすとこまで1時間弱ぐらいの作業で、型まで含めると、3、4時間かかるかなっていうところの作業だったんで、どう編集しようかなっていうところで今悩んでるんですけどね。そんなことは、こっちが編集する話なんで置いといてね。もう今ね、物もらいできちゃってね、めっちゃ左目痛いんですよ。しかも、なんか左だけなんかすげえ目つき悪い感じになってるでしょ。もう参ったなと思ってね、もう動画撮るとこういうとこにも弊害起きるんだねって思いながら、え回してるわけですけど。あれだね、でも、もしかしたら、ミット、ほんとベルト迷子可愛いかもよって思うぐらい、あの、印象が変わる。っていうか、ベルトがないとミットってみんな思わないんじゃないっていう感じ。これもちょっと違うな。ベルトがないと、なん、それ本当にフォースワンっていう感じになる。うん。ただ、だいぶ可愛い可愛いなと思うシルエットが。うん。で、どうなってんのっていう感じ。だからね、こう、後半でちょろっとね、見せようと思ってるんだけど、本当に。ただね、癖のあるパターン、髪型の取り方してんなっていうか、そうっていうぐらい、だいぶ難しいんですよ。バラして分かったんだけど、もうね、複雑に結構入り組んでて、で、僕、ハイカットもね、チャンネル立ち上げる前に、立ち上げる前っていうかもうほんとかなり前だね。1年ぐらい前かな。試しにバラしてみようってことでね、ハイカット一回バラしてみたんですよ。そしたらね、ハイカットも癖あんなと思って、てかエアフォースワン自体結構、なんか、癖ある作り方されてんなっていう感じだったんだけどね。ミッドはね、めんどくさいね。めんどくさかった。もう、バラすだけでもかなり考えることあったし、で、今現にラフサンプル作ったんですけど、ラフサンプルをね、こう、組むときも結構大変だったっていうのも、あの、もともとフォースワンって内側、ライニングっていうんですけど、内側、メッシュの貼ってあるスポンジなんですよね。でそれをね、こう、カスタムして、その素材じゃなくて革とか、あとはなんだろうな、なんか別のそういうメッシュスポンジじゃないものに置き換えると、内側の型紙の設計が変わってくるんですよ。で、どういうことかっていうと、伸びなかったりするんですよね。メッシュスポンジほど。なんで、こう、もうちょっとこう、大きく取らなきゃいけないとか、えっと、ここはメッシュスポンジと同じような、切り方だと、寸法が足りないとかね、なんかそういういろんな問題が出てくるんで、そのために一回ラフサンプル作るんですけどね。それをね、全部こう考えて、えっと、現に今ね、こう、内側を設計してる途中なんで、まだ、ラフも、完全に本サンプルに移れるような、こともなく、結構ね、苦労してます。はい。そこできるんだみたいな。で、結構ね、なんていうんですかね、商業的な
部分で考えると、パーツはね、細かければ細かいほどいいんですよ。あの、要は材料が決まった面積の中で、細かい方が材料が取りやすくなるんで、えっと、なんていうのかな、結果的にコストが下がるっていうのがあるんですよね。だからまあ極力、気にならないところは細かく取りたいっていうのが、コストを考える面で重要にはなってくるんですけど、えっと、ベルトをね、つけないってなると、その見えなかった、前回もお話しした一本入ってたラインとかをね、こう消せなくなるんで、一個一個のパーツが大きくなるんですよね。そうすると取り都合がね、悪くなって、うんと、とかね、なんだっけ、何の話、そうそうそう。でもそんなんでね、でも、正直ベルトない方が僕は好きかなってちょっと作りながら思ってて、で、まあ、試しにね、こう、ラフとはいえ、ちょっと何かをモチーフにして作ってみたいなっていうこともあって、僕はね、エアジョーダン1のね、迷彩のやつをね、デザインモチーフにして、ちょっと作り直してみたんですよ。でね、もういや、本当に、本当可愛いよ。いくよ。じゃん。よくないこれ。もうちょっと引いた方がいいこう。可愛くないまだね、ラフで、こう、ばらしたソール使うのはもったいないから乗せてるだけなんだけど、いや、これいいよね。もう、ちょっと、だいぶ、すっきりすんなと思って。んで、これをね、採用するにしても、本当に全部、白とかに関してもね、こう、ちゃんとした白にするのか、こうやってぼやっとした白にするのかとかね、あと、蛇側はこんななんか、鱗が大判でいいのかとか、なんかそういうこともね、全部含めてね、やっていきたい。でも、あくまでもモチーフだし、まあ、これも可愛いから、なんか作ってもいいかなと思うけど、せっかくだったらね、本当個人的に好きな組み合わせで一回作ってみてっていうのがあるのと、あと、なんだろうね、なんか、もともと革靴やってた癖なのか、茶色のソール、それこそガムソールみたいなものに合わせるようなアッパーカラーをね、なんかこう、作りがちなのかなと思ってて、やっぱ革靴って革底だから、その、アッパーのカラーを革底とマッチさせなきゃいけないんで、だからなんか頭が茶色のソールに合うような頭になってんのかね。白もね、全然可愛いんだけどね。でもなんかやっぱ、これだったら茶色だよな、みたいな感じもするし、どうしようかなと思ってるところです。はい。でも、だいぶ、だいぶいいよね。本当いやもういいよねしか言ってないんだけど、これ。これサムネにしたらさ、何このスニーカーってなるよね。これね。これ。じゃん。っていう感じでね、可愛く今できつつあります。あとはだから、そのさっき言った内側のね、革だったりとか、あと、スポンジの調整だったりとか、うん、そういうのもあるけど、いや、画面映りもいいな。鱗はなんか、こんな大判でも、なんかすげえ可愛い気がするけどね。なかなかないし、ちょっとお高めなんですよね。鱗。大判の鱗のやつって。幅が広くなっちゃうんでね。どうしても。だから、いや、でもこれ、一足ほんとちゃんとできたら、なんかね、5足ぐらい、まあ、登録者数も少ないから、だいぶ売れるまで先の話になるかなと思うけど、ちょっと売っていきたいなと思ってたりね、しますね。はい。もうちょっとなんか爽やかな色味にできないかなっていうところも思ってます。もう、うん、前面もうちょっと、こう、
ここら辺がね、なんか、ヌバックとニベ革って言って、ヌバックよりもうちょっとこう、ボソボソした革なんですけど、ここがちょっとなんかぼやっとするからね、ここちょっとピカピカっとさせた感じにもしたいなとか思ったりね。あとまあ、ヘビーじゃなくてもいいのかなとかね。まあ、いろんなこと考えてます。はい。ということでね、今日は、今、言い出したエアフォースワンミットのベルトなし、どうなってんのっていうことに対しての、お話でした。うん。いや、でも、だいぶいい方向には来てると思います。はい。ということで、今日はね、そんな感じで終わりたいと思います。だから、あれだね、タイムラプスをどうするか、もしかしたら流さないかもしんない。うん。っていう感じでやっていきます。はい。ありがとうございました。バイバイ。